約8月の上旬に、足摺岬、トライアンフの友人とツーリングに行ってから2ヶ月間が空きました。その間もちょこちょこと1時間30分ぐらい近場で乗ったりはしてましたが、長距離行くのは約2ヶ月ぶりです。昨日、1年半点検をやってきました。特別不具合も何もなくて、エンジンのかかりも非常に良くなりましたんで、非常に調子いいです。走行距離は約1年半で4846キロ、全然走ってないですね。でも私としてはこれから、あちこち行く予定です。というのも9月末で無事会社を満期退職しました。で10月いっぱいはちょっとゆっくりして仕事を入れずにゆっくりしようと思ってますが、11月からですね、フリーランスで仕事を受けて再開しようと思ってますんで、10月は時間があるんで、今日は金曜日なんですけど、10月の10月6日ですね、金曜日ですけど7時9分、平日ですが、で四国カルスト、以前 CRF で上がったことがあったんですが、今回は NT で初めて四国カルストへ行ってこようと思ってます。 NT で行くのは初めてですね。それと前回は日曜日だったんでものすごく混んでたんで、今回金曜日だから平日なのであまり人も車もいないと思います。だからゆっくり、朝も早い時間なんで景色が楽しめるかなと思ってます。ではまた後ほどお会いしましょう。The Central Hilly Part in Shikoku Karst. One of the 3 major karst topographies in Japan. Meadows as far as the eye can reach. Visitors can see cattle grazing from spring to autumn. There are also accommodations and a camping site. Hiraodai Fukuoka Pref, Akiyoshidai Yamaguchi Pref, and Shikoku Karst Ehime Pref, and Kochi Pref. Visitors can see the grandeur of nature in Mezurudera, where cattle are idyllically grazing from spring to autumn. In summer, visitors will feel cool air as they observe blossoms of alpine plants. There is also an extensive camping facility, where campers and nature lovers come and stay for an outdoor experience. Visitors to the Shikoku Karst Mezurudera can immerse themselves in the breathtaking beauty of nature. The expansive meadows stretch as far as the eye can see, creating an idyllic backdrop for the grazing cattle.
From spring to autumn, these gentle creatures roam freely, adding to the peaceful ambiance of the area.クルーズ使ってます。非常に快適今までほとんどオートクルーズ使ったことなかったんですけど、最近使い方を覚えて使ってるとですね、これはすごく便利ですね。自動追尾がないんで、そこがちょっとね、残念なところではあるんですが、高速道路とかで一定で走る分には結構使い道はありますね。いずれそのうち、自動追尾も、入ってくるでしょうし、電子制御サスにもなるかもしれない。非常に私この NT1100 っていうオートバイは、満足をしてます。満足してますし、珍しいツーリングに行って道の駅とかで泊まると、皆さんこの NT1100 をご存じない方が結構おられます。で、バイクの車種やメーカーを訪ねられたことは何度も実はあります。私こうやってツーリングしてても同じ NT1100 に会ったことは今まで一度もまだないです。それぐらい希少なオートバイで、その分珍しいんで珍しがられますし、面白がられてる。で、昨日ですね、ホンダドリームで、話をしてたら、高知県でこの NT 乗ってるの売ったのはまだ4台だって言ってましたね。高知県全体で4台。日本全国でも何百台もは行ってないでしょう。そんな感じなんで、非常に希少性が高いオートバイ。ヨーロッパでは人気があって、新しい赤とか青のカラーも出ましたけど、日本はまだ発売されてないですね。あとはそうですね、見た目がいかついのと、やっぱ足つきがちょっと悪いんで、日本人の体格だとちょっとちょっととっつきが悪いっていうのは本田さんも言ってたし、私もそう感じますね。でかく見えるんで、とにかく、足つき悪いし重いし、そういうもろもろがあります。これなかなかいいです。デイトナの、タンクキャップ
あとシガーソケットもつけてますね、ここに。まあもろもろではまあ後ほど。ここの竹崎というおにぎりと卵焼きのすごく美味しいところがあるんで、ここでちょっと、食べ物を買っていきます。よいしょ、あだだ。これよいしょ。うん。箸、はい。袋もいるね。もうなくても構わんけど。いる。はい。うまそうな卵焼き弁当です。美味しそう。現在、9時7分、外気温17度です。寒いです。ここは、四国カルストに上がる手前の国道439号線、これは徳島の方からずっと続いている道でして、通称は与作という国道で、
国道と言いながら非常に、特に徳島から高知に抜ける山越えの道はひどいんで、ひどい道と書いて予測というぐらいのライダーにとっても車にとっても非常に楽しく走れるという状況と、かなり道が狭くて荒れてる道路とか混在してるような道ですねまあそんなところを今走ってます。頂上が見えてきました。上がそうですね。今日は全く車が通ってませんさすがというか、平日は全く人いないですね。で、外気温13度まで下がりました。まだ500メートル以上上がるんで10度を切るかもしれませんね。かなり寒い感じました。四国カルストあと2キロ。いやー空いてるから最高だ本当に人いないよ。さすがにね、標高が上がるとエンジンのつきがちょっと悪くなりましたね。少しだけだけど、まあ、こんなもんなのかな。いやここからすとあと1キロです。もうほぼほぼ着きました。12度寒い。参っちゃった。こんなに冷えるかね。すごいわ。しかし今日は素晴らしいお天気です。とにかく素晴らしいお天気は最高です。まあオートバイで走るのには少し肌寒いですけど最高に気持ちいいです。抜群です。わあ気持ちいい。誰もいないバイクいた。バイクいましたね。いやーおもろい。なんとも
11度、どんどん下がってますこれ10度切るな。これは四国カルストです。カルスト台地、山口県の秋吉台に続き有名ですね、四国カルスト。はい、石灰岩かな。牛の放牧をやってたらちょっと泊まってみようと思ってるんですけど、これ全部カルスト地形ですね。牛さんいないですね、寒いからかな。抜群だ。これはいたいた、牛いた。寒いよ、10度だよ。うわマジ寒いよ。ありえんぐらい寒い。寒いよ。はい。何すんの寒い。おお寒い。おおありえんぐらい何これ、マジ寒いんだけど。寒い。うわー寒い。牛がいる。綺麗でいいんだけどね。こんなに寒いと思わなかった。ダメだよ。これは寒い。寒い。